皆さん、こんにちは。今回は AMD Ryzen 5 8600G の内蔵 GPU760M で動画生成の実験をしてみた時のことをまとめてみました。搭載メモリーは 32GB で、そのうち 16GB を BIOS のノースブリッジの設定から GPU に割り当てました。極めて制限された解像度と少ないフレーム数ですが、なんとか動画生成に成功しました。最近スタビリティマトリックスでいくつかパッケージを確認してみたら、なんと Windows 11+6M 環境で AMD の内蔵 GPU760M が使用できるようになってることに気がつきました。以前使用した時はダイレクト ML かゼルダ経由でしか使えなかったんだけどね。列車がロボットに変形する動画を生成してみたいと思ってたのですが、うまい具合に 12GP というパッケージでもまだ試験的みたいですが 6M がサポートされてることに気がつき、これで動画が生成できるかもしれないということで実験をしてみました。12GP で LTX2 というのを選ぶとめちゃくちゃ簡単に動画生成できるらしいということをいくつか動画を視聴した後に知り、少し無謀かなと思ったんだけど、内蔵 GPU760M で生成できるか実験してみました。スタビリティマトリックスからの 12GP のインストールはパッケージを選んでインストールするだけですね。特に難しいことはないです。6M のサポートはエクスペリメンタルだよってパッケージの説明文に書いてあるはず。すでに 12GP は入ってますが、この動画用に別の名前でもう一つインストールしています。高度なオプションを開けると PyTorch インデックスが 6M になってるはず。最近の AMD の GPU を使っているなら、AI に質問しながら選んだのが LTX2 2.0 19B そしてディスティルド GGUF94KM という組み合わせ。音声までつけてくれるというすごいモデルだよね。この LTX にって。デフォルトで設定されてるテキストプロンプトの動画は残念ながら内蔵 GPU では完全には作れないみたいです。解像度を下げてフレーム数を制限すると最初の4秒くらいは作れるみたいです。Dad's lost it. And so で、私が作りたかった列車がロボットに変形する動画ですが、開始イメージと終了イメージを指定して動画を生成できるモードがあるので、スタートイメージに自分で撮影してきたアムトラックの列車の画像。エンドイメージに AI に生成してもらったアムトラックの列車がロボットに変形した画像を指定。プロンプトも AI に生成してもらった列車が音を立ててロボットに変形するというプロンプトをセット。一番大変だったのは生成できる解像度を探るところだけでした。
他はコンフィギュレーションのパフォーマンスでメモリー使用量が減るのかなと思って2つ設定を触ったくらいかな。うまくいかないときは総フレーム数を減らして試してみてください。一番最初に生成ボタンを押すと、ハギングフェイスのサーバーと通信して、いろいろなデータをダウンロードしようとします。どうも、そういうことをしているようです。CKPT というフォルダーに極めて大量のデータがダウンロードされました。合計で 34GB くらいですね。ダウンロードされたファイルのリストがこちらです。で、時々ハギングフェイスのサーバーとの通信がおかしくなってタスクマネージャーで見てるとわかるのですが、ネットワークの受信が全然動いてないように見えることが起こります。こうなると、一旦アボートして 12GP を再起動して、また生成から開始することになります。幸い、すでにダウンロードが済んでるものは次に生成ボタンを押した時には分かってるようで、不足してるものだけをダウンロードするようです。一番痛いのは大きなファイルをダウンロードしてる時に通信が中断してしまうことですね。この時は一時ファイルを削除してまた最初から失敗した大きなファイルをダウンロードさせることになります。すべての必要なデータをダウンロードすると内蔵 GPU760M が動き出し9分ほどで動画生成が完了します。高性能の GPU だともっと早いんだと思うけど、私が今回の実験で伝えたかったことはこのくらいですね。内蔵 GPU760M でもかなり制限はつきますが、簡単に音付きで動画生成ができるのはすごいなと思いました。私は動画生成の専門家ではないので、
AMD の内蔵 GPU760M で Windows 11で動画生成ができるのかという点にだけ絞って解説しました。一つ問題点に遭遇して日本語を喋らせようとしたら GFX1103 用の何かがないという警告が出ておかしな言葉を喋るというのがありました。最後に実写と組み合わせて編集した動画を流してお別れです。ご視聴ありがとうございました。